こんにちは、なーすけです。ということで、今回は僕が一人暮らしをして僕が一人暮らしをして買ってよかったものご紹介ということでですね、今日は僕が買ってよかったなーと思うものをどんどんとご紹介したいなと思います。おそらく新社会人になってなんか買ったものあった方がいいかなみたいな、そういう方結構いらっしゃると思うんですよね。なので僕が1年住んだからもう1年分の経験値があるわけですよ。はいごめんなさい、2年とか住んでる方先輩ということでですね、1年分の経験値を生かして僕が買ってよかったなと思うものをご紹介できたらなと思います。それでは行きましょうということでですね、僕結構言われるんですけど、これどこで買ったのって言われるもの、これがソファーです。はい、何の変哲もないソファーやんって思うでしょ。このソファーなんとですね、僕がいつもここで寝てるんですよ。このソファーで寝てるの頭おかしいんちゃうって思うかもしれないんですけれども、このソファーですね、実はベッドになるんですよ。というのも僕、お家がめちゃくちゃ狭い。5.5 畳ぐらいなんですよ、僕のお家。6畳って書いてあったはずなのに 5.5 畳ぐらいしかなくて、本当に何もできないので、ベッドを置いてしまったら、この部屋の半分ぐらいがベッドになってしまうっていうね。半分ベッドだったらもう、何やればいいのっていう。撮影するときいつでもベッド映るやんっていうことで、僕はこのね、ソファーを手に入れてしまった。買ってよかったものって言ったのに、これ僕もらいました。全然買ってないやんっていう話なんですけれども、これもらったんですよ、友達に。どんなソファーなのかっていうと、これね、もうめちゃくちゃ出すのに力がいるので、動いちゃった。いや、本当はそんなに力はいらないです。こんな感じでベッドになります。ダメになるソファーを引いてこうやって寝れるというわけでござんす。ということでですね、これは本当に場所も取らないし、毎回畳むのだけめんどくさいけど、僕は朝と夜のルーティーンにベッド作りがなっているので、かなりいいアイテムかなと思います。多分これニトリで買ったって言ってたんですけれども、なんかニトリの商品見たらおそらく1万5千円から2万円ぐらいで安くて買えるかなと。上は上もめちゃくちゃいっぱい高いのはあるけど、安いのはそのぐらいで買えるかなと思います。なので結構部屋狭いなと、引っ越してきて部屋狭い、新生活部屋狭いよっていう方はかなりおすすめかなと思います。ということで2個目はダーンとこれですね。さっきもチラ見せしたんですけど、人をダメにするソファー。これはもう僕めちゃくちゃ大好き。大好きだけど、もうね、これね、何が悪いって、こうやってね、ちょっと寄っかかると、こんな感じでもう動けなくなっちゃうので、もうこのソファーはね、本当に僕の癒しです。このソファーのちょっと注意点なんですけど、Amazon とかで買ってる1万円とかで売ってるやつ、あれだとね、ちょっとね、しなりが早くて、結構ね、沈むんですよ、こうやって。沈んじゃうんで、ちょっと高めのやつを買った方がいいかもしれない。例えば、ニトリだったりとか、無印だったりとか、あとは、ウリボーとかクリボーとかなんか、そんなやつ、マリモだっけそんな結構いいやつを買った方が、後々やっぱずっと使うものだから、ちゃんと高いものを買った方が、ストレスはないかもしれない。僕はちょっとケチっちゃったんで、気持ちいいんですけど、結構ね、しなりが早いんで、ちょっといいの買えばよかったなーって思いました。そして3個目。3個目は、このね、スチールアイロン。これ僕、服がね、たまにくしゃくしゃになってる時があって、外に行く時、これ着たいのになんでくしゃくしゃになっとん、僕過去の自分を殴りたいでやんすっていう時があるんですよ。でそういう時に、これは、どこだ、おっしゃった、間違えた。これはね、日立のスチームアイロンです。これは本当はハンガーにかけてこうやってシューってやるんだけど、これやると熱っ、こんな感じでやるんですよ。これをやるとですね、すごい服がパーって伸びて、一人暮らしの人って結構ね、アイロンとか持ってないと思うんですけど、これちっちゃいし、スチームアイロン持っておけばシワには勝てると思う。正直シワにはこれは結構おすすめアイテムです、僕の中で。そしてね、一人暮らしはどうしても運動不足っていうのは結構つきがちかなと思うんですよね。運動不足がつきまとわりがち
運動不足になりがちだと思うんで、僕はねやっぱダンベルは1個あった方がいいと思う。でダンベルでもこれ結構僕推したいんですけど、ノースディアっていうダンベル、これはね結構僕の中でおすすめです。なんでかっていうと、まずここにゴムがあるからあんまりね置いた時に音がしない。だから賃貸の人でも OK だし、こんな感じで取り外しがめちゃくちゃ楽。これでもう終わりだから、軽い重さでも重い重さでもめちゃくちゃ簡単に調節ができる。でしかも10キロのダンベルなのに結構コンパクト、めちゃくちゃちっちゃいから部屋も場所が取らないっていう、こういうメリットがたくさんあるダンベルです。変に安いダンベルとか買っちゃうと意外とでかかったりとかグラグラなったりとか、そういう悪いところがあるので、僕はね毎日使うものとかだったら、継続して使うものだったら結構いいものを買った方が僕はいいと思います。これが4つ目でした。そして次は5つ目。5つ目なんですけれども、何がいいかっていうと、これです。これは何かというと、ルームシアターができるやつ。これはね僕が初任給で買ったんですけど、これはマジでうわっ、コロナの時に買ってよかったって思いました。ただめっちゃ高かったんで、僕は正直その時の生活をあまり覚えていないです。なのでこれは結構ねめちゃくちゃいい。でこれどんな感じになるかっていうと、これ消すじゃないですか。ほら見てくださいこれ。これ今ちょっと時計が映ってるんですけど、こんな感じで自分の部屋にこうやって映画館ができるわけですね。何これ。こんな感じで映画館になるので、友達とか呼んだ時は友達がめちゃくちゃテンション上がる。全員テンション上がって一緒に映画見ます。ちょっと開かないんで諦めます。はい。ちょっとこのまま食べよう。やばいでしょこれ。そして次6個目なんですけれども、6個目はこいつですね。一人暮らしの玄関が狭いとか、新しいところの玄関が狭いっていう方はかなりおすすめかなって思います。僕はこの Amazon でこの網を買って100均でなんかいろいろこうやってねつけたんですよ。頑張って。で手作りで下駄箱を作りました。なのでこの網さえあれば自分で簡単に下駄箱が作れてしまうのでかなりおすすめで、このね下駄箱何がいいかっていうと、こんな感じでねもうかっこよくて見とれちゃうっていうね、もうそんな感じなんですけれども、とにかく場所が取らないから、僕んち下駄箱こんぐらいめちゃくちゃ狭いんですけど、これでも靴がたくさんあっても、見せる収納ができるというねこんな感じでございます。そしてラスト7個目は何かと言いますと、もうこれですわ、すごいこれ何これということでですね、全部で7個紹介したんですけれども、かなりですね僕は買ってよかったなっていうものを厳選してちょっとご紹介させていただきました。やっぱり物があるないだけでかなり生活の質っていうのが僕変わったんですよ。やっぱりストレスがない方が一人暮らしっていうのはなんかやっぱいいねっていうそんな感じでかなり生活の質が変わったので、ぜひですね皆さんも買っていただけたらなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。